最近暖かくて穏やかな日が続いてます。ここに来てから今まで以上に天気を気にするようになって、明日が晴れなのか雨なのか、それから一日の中でどれぐらい太陽が出ているのか、風がどれぐらいの強さで吹くのか、雨が何時から降って何時に止むのか、何が今までと違うかっていうと、それはオフグリッドで生活することを決めたからで、天気が生活にダイレクトに影響するようになるからです。今日は雨が降らないので、これから外装の作業ができます。まず雨どいをつけること、それからそこから雨水タンクへつながる給水システムを作ることです。この数ヶ月間、生活用の水はここから5分ぐらいのところにある、農業用水を汲んで利用していました。お風呂は近くの温泉施設を利用していました。水はポリタンクからちょろちょろ出てくる程度です。顔を洗うのも、歯を磨くのも、この生活に慣れてしまったので、この間水道の蛇口をひねって水がわーって出てきた時、すごく感動したんです。水が好きなだけ自由に使えるって当たり前なんだけど、幸せなことなんだなって感じました。これから雨水を利用して暮らすんですけど、水がなくて右往左往するのは嫌です。できれば蛇口をひねればわーって水が出てくる生活をしたいです。量も大事なんですけど、きれいな水で生活はしたいです。そのために浄化システムを調べて、最も自分たちに合うものを取り入れることにしました。ところで雨水って意外ときれいだってご存知ですか？雨水って陸や海から蒸発して雲になって降ってくる蒸留水なんです。多少の空気中の汚染物質と屋根の上のゴミを取り除き、浄水してあげれば水道水よりも安全な水が手に入ると思います。日本は世界でも雨に恵まれた国で、その中でも鹿児島は降水量が多いので、雨の水で生活するにはもってこいの場所だと思います。電気は太陽光発電なので、もちろん晴れの日が続いた方がいいんですが、晴れが続けば雨水タンクの水が減り、水を節約しながら生活しなければなりません。晴れと雨がバランスよく続いてくれれば、それに越したことはありませんが、なかなかそうはいかないのが現実です。日本人の水の1人当たりの平均使用量は200リッターと言われています。我が家では雨水タンクの量を日々確認しながら、雨予報の時は水の使用量を気にする必要はないのですが、逆に晴れの日が続き、タンクの量が減ってくると、使う水の量を節約しながら生活する必要があります。まだこのシステム、試していないので分かりませんが、うまくいってくれることを祈ります。設置するタンクは3000リッターです。これが大きすぎるのか小さすぎるのか分かりませんが、Amazon で買える一番大きなタンクを購入しました。降った雨は屋根を流れ、雨どいから初期雨水をためるタンクに入ります。初期雨水には空気中の塵や屋根や雨どいに溜まっているゴミが含まれます。雨が降り出すと、ある一定の時間経過した後、雨水タンクへと水は流れていきます。
タンクに入った雨水はポンプで汲み上げられ、生活用水は簡易ろ過装置を通って給水されます。それから飲み水は、簡易ろ過装置を通過後、逆浸透膜フィルターを通過後、ミネラルを添加され、給水されます。逆浸透膜フィルターは、水分子以外のほとんどすべての物質を除去します。化学物質やウイルス、重金属までも除去し、純粋に近い水を作り出してくれます。今話題の PFAS も問題なく除去してくれます。水道水も地下水もペットボトルの水でさえさまざまな問題が指摘されている中で、空から降ってくる雨から安全な水が手に入るなんてすごいと思いませんか？2人で1日400リッター使うとして、3000リッターのタンクだと7日間持つ計算です。うちは水洗トイレではないので、もう少し使用量は下がると思います。1週間全く雨が降らないというのは稀なので、その間に一度でも雨が降ってくれれば、タンクの水の量は増えるので、普通に生活していても空になることはないんじゃないかなと思います。これから1年間実験です。天気が相手ですので、想定通りに行くとは限りません。問題が起きても楽しんで対処したいと思います。